皆さんこんにちは。週末モッドラボウルフ01号です。空き家リノベに向けて選定してきた廃校機の初期装備が到着しました。今回はただ箱を開けて眺めるだけではありません。装備を登録し動作を確認し、そのまま最初の任務へ投入します。ただ試し切りするだけではもったいない。今回現実にする構想は W01 安全装備ラック。構想を現実へ。愛国初期装備の定着を確認、装備登録及び初回稼働試験を開始します。フェンリル、今回の任務工程を確認します。初期装備を受領し、各装備を登録、初回稼働試験を実施します。続いて W01 安全装備ラック用の部材を加工、金属封塗装を施し、仕上がりを確認します。最終工程は任務結果の確認。以上、1006工程確認完了。ありがとうフェンリル。それでは届いた装備を見ていきましょう。廃校機のインパクトドライバー 36V WH36DD で、ちゃんと専用ケースにもなっていて、開けるとバッテリーと本体と取扱説明書もろもろで、充電器、ケースがちょっとアタッシュケースっぽくてね、かっこいいですね。次紹介するのは廃校機のマルチツール 36V CV36DMA ですね。これのアタッチメント3つ買っていて、切る剥がす磨くの3種類、木材金属用のブレード、塗装を剥がすスクレーパー、そして細部研磨用のサンディングパッドです。続いて集塵機 RP150YD。 切断や研磨では想像以上に細かな粉塵が発生します。作業場所を汚すだけでなく、視界や作業環境にも影響するため、吸引と清掃までを一つの工程として考えます。付属品は長めのホースと掃除機のヘッド。ここら辺は普通の掃除機とあまり変わりないですね。続いて充電式丸のこ C3606DB。 合板や下地材など空き家リノベで使う木材の切断を担当します。そして今回は丸のこ単体ではなく、集塵機と接続して使用します。切断と同時に木くずや粉塵を回収し、作業場所への飛散をできるだけ抑えます。切るだけではなく、作業環境まで含めて一つのシステムとして運用します。今回購入した集塵機にはバッテリーと Bluetooth 接続をする機能が実装されており、丸のこのスイッチを入れると集塵機も自動で起動します。切断を止めた後もホース内に残った木くずを回収するため、数秒間吸引してから自動停止。ホースの接続と電源の操作を一つにまとめて、粉塵の飛散と集塵機の操作忘れを抑えます。忘れっぽい私にはこれが結構地味に便利。続いて廃校機のスターターキット1ですね。中開けると充電器1個と充電池が2個以上。続いてスライド丸のこです。充電式丸のこが大きな板材を自由に切る装備なら、こちらは材料を固定し、決めた寸法と角度で正確に切り揃える装備です。ヘッドをレールに沿って前後させることで、角材や幅のある材料にも対応。同じ長さの部材を複数本切る作業や直角切り、角度切りで大活躍します。購入時フェンリルにロマン装備と呼ばれたことを思い返しました。実用性はこれから証明しますが、確かに大型電動工具はロマンが詰まっている。便利、了解。実用性の検証はこれからです。ただし、式構造効果についてはすでに確認されています。嫌味言ったんだけどね。うまい切り返しだな。続いてレーザー墨出し機ボイスブルーライングリーンレーザーモデル G8。 レーザー墨出し機は壁、床、天井に水平線や垂直線を投影し、施工の基準を作る装備です。棚や有効ボードの取り付け位置、柱や間仕切りの垂直確認、複数箇所の高さ合わせなどに使用します。電源バッテリーだね。これ充電するんだ。2個いいですね。2個デフォルトで入ってるのね。フルライン仕様では本体の周辺に水平ラインと複数の垂直ラインを広範囲へ投影。これストラップですね。ここにつけてしょえると。
おー、すげえ。床、壁、天井を同時に基準化し、本体を何度も移動させることなく部屋全体の位置関係を確認できます。今回購入した工具の中では2番目に高額、大切に取り扱っていきたいと思います。これで今回購入した初期装備が一通り揃いました。ただ工具を並べただけではまだ配備完了とは言えません。それぞれ何を担当する装備なのか一度整理しておきましょう。了解。受領した初期装備を識別。各装備の機能及び主任務を照合。WML 装備台帳への登録を開始します。装備台帳？普通に工具名で登録するんだよね。管理名称を付与します。ポータウルマリノ卿、通称エンハゲ回帰港。登録割り当て完了。主任務木材及び板場の直線切断。名前は大げさですが要するに丸の子です。安全第一でいきます。インパクトドライバー、通称衝撃対決牛。登録割り当て完了。主任務ビス新結及び金具固定。形も用途もちょっと銃っぽいですね。ラック製作で対応します。マルチツール、通称局所介入派。登録割り当て完了。新任務際切り、剥離、細部加工。必要な場所だけに介入する感じで、なんかこの名前はちょっと気に入りました。集塵機、通称粉塵封鎖層。登録割り当て完了。主任務粉塵対使及び作業環境維持。切るだけではなく吸うところまでセットで考えます。スライドマリノ卿、通称機動弾頭隊。登録割り当て完了。主任務定着剤及び角材の精密切断。弾頭台は物騒じゃないかしら。了解。機動弾頭隊改め直線採断機構で再登録します。積み出し機、通称基準光投射陣。登録割り当て完了。主任務水平垂直基準線の投影。これは名前が良すぎる。レーザーで基準を出す装備です。作業台、通称仮設工作課題。登録割り当て完了。主任務作業基盤の確保。置ける場所があるかないかで安全性がかなり変わります。マルチボルトバッテリー、通称多電圧供給機。登録割り当て完了。主任務各コードレス装備への電力供給。なんかこれだけ地味ですが現場ではかなり重要です。せっかく試し切りをするならただ端材を切るだけではもったいない。フェンリル、初回稼働試験にちょうどいい製作案考えて。了解。現在の作業環境で先行加工可能な構想を検索。 W01 安全装備落下。既存の棚と有効ボードを再利用し安全装備を一箇所に集約する収納設備です。今回は現地寸法に影響されない小型部材を先行製作します。設計案を出力しました。このような構成でどうでしょう。おー、いいね。じゃあ今回はこのラックに使う部材を切り出しながら初回稼働試験を進めます。試験加工対象を登録。 W01 安全装備ラック用部材加工工程へ移行します。ということでホームセンターで材料を買ってきました。艶消し黒、朝日ペン、シナベニア 5.5mm 300×600 と万倍鋼材を 1820mm1 本。あとは合板用にパイン修正材作業台用に購入しました。当然まだ空き家物件ではございませんので自宅にある工具を出していきます。この大量の工具、うちには大きなガレージはございませんので娘の部屋に間借りさせてもらっています。ということで2階にある大量の工具を駐車場に移動させます。賞味5分ですがこれがまあきつい。早く工作室欲しい。続いて作業台をセットしていきます。 Amazon で買った Amazon ベーシックの作業台、色味がとっても週末モットラボっぽくて気に入っています。ここにホームセンターで買ってきたパイン修正剤を乗っけて作業台の準備は完了です。続いて集塵機とスライド丸ノコをセットしていきます。これからスライド丸ノコにチップ層を装着するんですが、ここでめちゃめちゃ重要なポイントです。この作業をするとき絶対にバッテリーを接続してはいけません。誤ってスイッチを押してしまうと刃が回転して怪我になるからです。
現在の画角の反対側にスピンドルロックというスイッチみたいなものがあるので、それを押すと回転しなくなるので、付属のレンチでボルトを確実に締結します。いよいよ試し切りなのですが、未だに理解していないハグチータの溝入れという工程をしていきます。ハグチータとは今画像にお見せしている通り真ん中の緑色の部分になりまして、説明書を読むと使用するノコバで溝を入れた方が正確な溝になるため、工場出荷時はハグチータに溝を入れていません。ご使用になられる前に以下の手順でハグチータに溝を入れてくださいということでした。この作業を両側45度行います。手付けです。ハグチータの溝入れも無事終了したので、部材を切っていきます。1x4 材を 340mm2 本 460mm2 本切っていきます。細かい話ですが、鉛筆で切断位置をマーキングするとき、丸ノコの刃が通過する幅、切り代も考慮します。今回使用する刃の切り代は約 1mm。必要寸法の線を基準に刃が不要側へ入るよう位置を調整します。切り代に関しては実際試し切りしてご確認ください。ぴったり。他の部材もサクサク切っていきます。続いて 5.5mm 合板から接合プレートとネームプレートを切り出します。接合プレートは 90mm 角を8枚、ネームプレートは設計図だと 200mm×80mm を1枚製作となっておりましたが、なんとなくちっちゃい感じがしたんで、現場間でネームプレートは 300mm×200mm を1枚製作しました。ここでエンジン切開機構元井充電式丸ノコの試し切りを行います。先ほど引いた接合プレートとネームプレートの切り出し線に沿って切断。必要寸法を残すため約 1mm の切り代が不要側へ入るよう刃の位置を合わせます。長い直線は充電式丸ノコで切り出し、細かな寸法調整と四隅の加工はスライド丸ノコで実施。2つの装備を使い分けながら各部材を仕上げていきます。スライド丸ノコの切り口と比べるとやや粗さが目立ちますね。直線裁断機構元井スライド丸ノコの本領発揮です。続いて局所介入陣元井マルチツールを使用します。丸ノコとスライド丸ノコでは切り切れず、接合プレートにわずかな残った部分をキヤまで狙って切断。加えて四隅の斜め加工もマルチツールで行います。局所介入陣、その名の通り必要な箇所だけに刃を入れられるのがこの装備の強みです。切断後は120番のサンドペーパーを装着。表面の毛羽立ちや切断面、角の粗さを研磨し、全体を均一に整えます。細部切断および研磨工程完了です。マルチツールかなり使えるツールですね。マルチツール今のところ1台3役、非常に優秀ですね。マルチツールね、褒めちぎった後なんですけど粉まみれなんすわ。で調べたところ、今回購入したマルチツールの純正品ではサンドペーパー用の集塵アダプターはあるものの、切断用ブレードの集塵アダプターはないようで、どうしたものかなと。週末モッドラボらしく何か構想を練ってみたいと思います。続いて衝撃締結銃元井インパクトドライバーを使用します。ビス締めや金具の固定を回転と打撃によって素早く行う装備です。注意点はビット交換時に充電池を取り外す。作業直後のビットやビスは高温になる場合があるため素手では触れません。
後日なんですが、やけどなどはしませんでしたが、使用上の注意点はフェンリルに聞くべきでした。丸ノコやスライド丸ノコなどは見た目から危ないっていうのが分かってたので、あらかじめ聞いていたんですが、インパクトは特に危機意識はなく、フェンリルに注意点を聞きませんでした。後日セリフを作ってもらっている時に注意点を聞いたら、まさに高音になるため素手では触れませんと注意書きがありましたので、今後新しい電動工具を使う際は必ずフェンリルに注意点を聞こうと思います。推奨します。次回からは工具の性能より先に使用者の耐熱性能を試すのはお控えください。はーい。部材の加工と研磨が完了しました。このままでも使えますが、 W01 安全装備ラックには少し物足りない。ここからは木製部材を金属風に仕上げていきますと、その前に結合プレートのビス用の穴開けを忘れていましたので、穴を開けていきます。これはサンドペーパーで仕上げる前にするべきでした。気を取り直して金属風塗装をしていきます。今回はペンキとハケを使いました。後々フェンリルに聞いてみると、今回はハケではなくスポンジを使って叩きながら塗装した方が良いとのことでした。これにより鉄らしい鋳鉄のような凹凸になるそうです。他にもいくつか塗装しなければいけないパーツがありますので、次回からはスポンジを使用してみたいと思います。続いてシルバーでウェザリング加工、塗装が剥げたような質感を演出していきます。私このウェザリング加工かれこれ4回目になります。もう手慣れたものです。使用する塗料はタミヤエナメル X11 クロムシルバーです。ウェザリングのコツは少量の塗料を落として、あとはスポンジで伸ばすだけ。簡単に塗装が剥げた感じを出せるので非常に楽しいです。というわけでウェザリング加工も終了。それでは今回の成果を見ていきましょう。まずはネームプレート1枚に接合プレート6枚、 1x4 材 340mm2 本と 460mm2 本。いい感じですね。数量を消防、計画数8枚に対し完成数6枚、接合プレート2枚の未製造を確認しました。いや、全く加工中は気づきませんでした。初期装備の登録及び稼働試験は正常完了。先行部材の製作は接合プレート2枚を残し未完了。ミッション01初期装備配備条件付き達成と判定します。初期装備は無事配備完了。足らない2枚は次回までに追加製作しておきます。最後の最後で数える大切さまで学びました。今回も計画通りにいかなかった部分や実際に使って初めて分かったことなど数多くありました。ただ失敗も含めて記録しておけば次の任務では確実に改善できます。そして今回週末モッドラボ公式サイトを開設しました。動画では紹介しきれなかった設計や検証内容、失敗の記録も掲載していきます。興味のある方は概要欄からぜひご覧ください。次回は W01 安全装備ラックの組み立てを開始します。構想を現実へ。週末モッドラボウルフ015でした。任務記録保存完了。今回もご視聴ありがとうございました。それでは次回の任務でお会いしましょう。フェンリル通信終了。